どうもロジャスです。前回は異例のアニメーションということで、たくさんの方が見ていてくれて、たくさんコメントもいただき、本当はありがとうございます。滑舌が悪くて棒読みなところがちょっと大丈夫かなと思ったんですけれども、いや嬉しいコメントばっかりで本当励みになります。今回からは私たちの第2ステージということで始めていこうかと思います。サムネイル冒頭の映像で今回雰囲気違うなと思いましたでしょ。そうなんです。今回は地の色から変えていこうかなと思っています。ヴィンテージ風の古紙ってどっかで見たことありますよね。例えば映画に出てくる古い地図とか古い本のページとか、年月とともに劣化して茶色く変色してしまった紙です。こういった紙を入手するには3つぐらい方法があるかなと思っていて、最初はそういった紙を探して買ってくるか。探して例えばアンティークショップにあったとしても、大体中に何か書かれていたり、また都合よく A4 のサイズがなかったりします。あと歩き疲れちゃう。または YouTube でも見たことあるんですけど、紙をね、コーヒーとかに漬け込んで染めるっていうやり方をしてる人もいるんですけど、そうするとね、変なシワが寄ったり、紙がカピカピになっちゃったり、あとはイメージの色にならなかったりとか、何かと難しそうなんですよね。あと、いい匂いしちゃうとか。あとは単純に紙を放置して古くなるのを待つか。これすると死んじゃうと思うんで、じゃあ買うとか作るよりも書いたらよくないということで書いちゃいます。書くということでサイズの色も紙質も全部好きにできるわけです。なのでいつもと変わらないこの紙で進めていきます。最初に紙全体に水だけをつけた筆で水をなじませました。濡らすわけですね。そうすると絵の具を乗っけた時にぼやーっと広がってくれたり、ムラができてくれるというわけです。で、そこにこういった風に絵の具で作った色をのせていきます。これもね、結構水分多めにしています。色は茶色、黄色、焦げ茶など4色ぐらいブレンドしてます。ぶわーっとこれ広がったの分かります？ちょっとあえて早くしたんですけど、水を最初に含ませたことでこうやって絵の具が広がってくれるんですね。で、まんべんなく地の色をつけていきます。江戸具って言っちゃった。ふうふう吹いて広がれってやってます。で、これね、水つけたんで紙が丸まってしまうんですけど、これは大丈夫です。少し染み込んできたらティッシュで拭き取りながらまたムラを作っていく作業です。ティッシュじゃなくて他になんかないかなと思ってたんですけど、思いつかなかった。少しずつムラを作りながらまた書き足していく作業です。ヴィンテージ風の紙って紙と紙を重ねてて、で空気に当たっている周りのあたりからどんどん変色して劣化していきますよね。だからその雰囲気で周りのところをどんどん濃くしていきます。筆の、向きも縦だったり、横だったり斜めだったりってすることで筆のこの跡がつきづらくなってきます。でまたティッシュで叩いてあげたりして、だいたいこの作業の繰り返しでどんどん色をつけていきます。ではもっと濃いめの茶色を作ってその色を乗っけていきますよ。この時に、肌色も混ぜてますね。この時にですね、前の配合とは少し違う、茶色より少し色味を変えてあげると深み出てくるかなと思ったんで、もっと赤みを足してもいいヴィンテージ感になるかなと思うんですけど、あんまり赤いと絵の邪魔をしちゃうかなと思ったんで、少し黄色みの感じで私は進めています。端っこの方は叩くようにして、ランダムに色を乗っけてちょっと吸い取りながら、で中心に近い方に、水を含んだ筆で撫でてあげて、なじませてあげるといったことをしています。なじませでティッシュでちょっと水分を取ってもうまい感じになじんでいっています。その繰り返しでぐるーっとやっていくと、ほらそれっぽくなってきたでしょ。いいじゃんいいじゃんというふうにニヤニヤしながらやってますよ。これきっとこういうの好きな人ぜひやってみてください。これね、楽しいですよ。やってる間ヴィンテージ腰選手権やりたいな。みんなで集まって
誰がいい感じの紙作れるかみたいなね、投票制でチャンピオン選んでね、でこうみんながそれぞれ違う道具を使うだろうから、そういうのでまたみんなの勉強にもなるし、ただ地味マニアックな回になっちゃう。さあ周りだけではなく、この中の方にもねどんどん村作ってきますよ。これ初めてやってみたんですけど、案外うまくいったんじゃないかなと思っていて、まあ自分の好きに汚せる、好きな度合いで色つけられるっていうのが本当いいところだなと思いました。少し色味変えてグレーとかでやってもかっこよくなるかもしれないですね。あとは絵を描き終わった後でもまた足りないなと思ったら汚せるし。では、しばらく放置して乾かします。で、水分を多く含んでるので、ほっとくとよれたまま固まってしまうんで、プレスしながら乾かします。上に、画用紙の目になるものを置いて、下はこれ木ですね。だから通気性のいいもので挟んであげて、iPad は重りとして置きました。だいたい20分ぐらい置いたかな。冬なんで乾燥してるんで乾きも早かったです。もっと古くしたい時はどんどんね色を重ねていけばいいと思うんですけど、とりあえずこのぐらいで描いていってみようかなと思います。それでも少し丸みが出たんで、逆向きに少しなんかこう曲げてあげて、はい、これで平たくなりました。近くで見るとこんな感じ。あとこれをね、例えばこう端っこを破ってみるとか、あとはライターでちょっと焼いてみるとか、あと折り目をつけてそこに色をつけるとか、そういうことをしてもなんかオリジナルのヴィンテージ古紙ってできていけそうですよね。とりあえずこれで描いていきます。毛深、ごめんなさいこの当てで、書き込み範囲を決めたら、この主題ですね、この動物の名前スミロドンです。サーベルタイガーの一種の名前で、これねちょうどスミロドンの骨格持ってたんですよ。消しゴムなんですけど、10年ぐらい前かな、東京の上の国立科学博物館に一人でね遊びに行った時にお土産屋さんでこれ売ってたんですよ。この他にティラノサウルスと人間の骨格の消しゴムも売ってて、その3つを買ってたんですけど、いつか役立つかなと思ったら今回役立ちそうですね。10年ぶりにこんにちは。でもなんでオレンジ、白が良かったな。まあいいや、さあ描いていきましょう。ここに、骨格の正面の絵を描き込んでいきます。私ねインディ・ジョーンズ好きなんですよ。コミカルな演出とかテンポや美術、あと時代背景が好きで、映画俳優で一番好きなのはハリソン・フォードで、インディ・ジョーンズが好きだからハリソンが好きなのか、ハリソンが好きだからインディが好きなのか、どっちか先かわからないんですけど、ハリソン・フォードの強すぎないヒーロー像がすごくいいなと思ってて、であと緊迫感のある場面での顔が上手な俳優が好きで、ハリソン・フォードって焦った時に少し震えてるような演技するんですよね。あれがねなんかすごい上手だなと思うんですよね。で映画好きになったのも友達とハリソン・フォードの逃亡者を地元の小さい映画館に見に行ったのがきっかけで、そこから映画が本当に好きになりました。インディ・ジョーンズって美術がすごくいいんですよね。セットだったり、特に小道具、インディ・ジョーンズが映画の中でこう手帳を持ってるんですよ。でそれに遺跡の何かメモをしてったりするんですけど、その手帳が子供の頃から気になってしょうがなくて、それで3作目に登場するのがグレールダイアリーと呼ばれるものですね。検索するとその画像たくさん出てくるんですけど、そのグレールダイアリーの手帳が欲しかったので、それを自分で描いちゃおうかなと思ったのが、このイラスト図鑑をどう描いていこうかなという最初の構想の案の中の一つに入ってたんです。でも全部古い感じでいくとなんかこう好き嫌いが分かれるかなと思ったんで、基本的には白で描いてるんですけど、今回はそれをやっとちょっと実現してみようということで、このヴィンテージ古紙風のものにしました。このグレールダイアリーみたいなものって冒険もの映画とかゲームとかそういうので結構出てくるんですけど、これはね絵描きじゃない人が描いてるはずなんですよ。映画の中でもインディ・ジョーンズのお父さんが描いてるものなんですね。だからある程度ラフに描いた方が雰囲気が出るんですよ。
でもここはロジアスノートなので、わざと下手にするようなことはしない方がいいのかなと思っています。で、文字はラフに書いた方がそれっぽくなるんじゃないかなと思ったんで、文字を書くときは罫線を引きません。でもちょっと癖でラフな感じがあまり出なかったので、ちょっときっちり書きすぎたかなという点はありました。でも文字を斜めに書いたりだとか、そういうことはやってみました。で、なるべく画面がそれっぽくなるように、骨の絵だとかを増やして、あと地図があるとよりそれっぽいかなと思ったんで、今回は地図を入れてます。ロード・オブ・ザ・リングでも地図ってこういうヴィンテージの紙の上に書いてあったりだとか、そういう風にしてますよね。今コンパス使ったのは、このサーベルタイガーの顎って120度まで開くらしいんですよ。なので分度器でちゃんと120度を測って、その角度に合わせてこの顎を書き込んでいます。さあ、ここからはペン入れしてきます。この文字の書体も、古っぽい書体を選びました。だけど設定がグレールダイアリーだったら、こんな風にね、凝った書体で、文字を入れるわけはないんですけれども、せめてちょっと太くザッザッザッって書くぐらいだとは思うんですよ。そこはロジアスノートのいつもの感じに合わせた方がいいのかなと思ったんで、ちゃんとした書体で書いてみました。これね、途中で気づいたんですけど、失敗できないんですよ。失敗してホワイトを置くと、そこだけ白く目立っちゃうじゃないですか。だからホワイトに絵の具を混ぜて置いてもいいんですけど、なんかそれもね、どうなるかわからないので、これ文字とか失敗できないなと思って、もうかなり途中で気づいてから緊張感を持って書いています。頼むぞ俺、頑張れ。でもこれほら、骨書いてるとなんかそれっぽくないですか？ちょっとこれ中世の人が書いてるみたいに、ちょっと読むやつフィルターかけてみて。ちょっと古いボケな感じのフィルターある？ちょっとやってみて。どう？いいんじゃないですか？これやっぱ書いてて楽しいわ、この紙。いや、ぜひやってみてほしいな、みんな。なんかそのやってみたやつ見たいな。やってみたらコメントにリンク貼ってください。ちょっとぜひ見たいな。まだこれね、他の動物でやってみてもいいですね。ちょっと気に入っちゃいました、私。やっぱ好きなんだな、こういうの。しょうがねえな。こういういつもと違うことをしてみるのも絵の楽しさの一つですよね。今これ地図書いてますけど、地図もなんつうんだろうな、あんまり正確に書かないようにしてます。で、ちょっと線を引っ張って、ここはこうだよっていうメモみたいな感じ、それも意識して書きました。ここは筋肉マッスル、すごい筋肉ですよね。このサーベルタイガーがいた時代って人間も共存していたんですよ。だからこれに出くわした人間も必ずいるはずで、ちょっとこれ怖すぎますよね、この動物は。目が合った瞬間チーンですね。で、同時代の生き物としてはマンモスとか、あとダイアウルフって言われるオオカミとか、ジャガーとか、あとマカイロドゥス、これはね前時代のサーベルタイガーだそうで、あとニムラブス、ニムラブス、ニムラさんが怒りそうな名前だな。これは別系統の偽サーベルタイガーって言われてる動物ですね。こういう風にたまに動物に偽って言ったり、なんとかもどきって名前つけたりしますけど、かわいそうじゃないって思っちゃうんですよね。いや、偽って言われたって俺は俺だしみたいなね、親から受け継いだ俺だしって。ここはあえて定規使いました。サーベルタイガーの特徴ってこの前足が後ろ足より大きくて盛り上がってるんですよ、背中のところが。それを強調するために、ちゃんとした線を描きました。いつも全画面線画が終わってから練り消しくんするんですけど、今回は待ちきれず左だけ練り消しくん描けました。こっちにはスミロドンの正面の、全体図みたいなものと、あと顔の大きいものを描いていくんですけれども、トラとライオンを結構参考にしました。サーベルタイガーっていうぐらいだからね、
タイガーなんですよ、やっぱり。でここら辺も線画を入れる前に前から見た筋肉の作りをチェックしながら描いています。でここでデザイン的な、余談なんですけれども、ちょっと専門的なお話にはなってしまうんですけれども、ロジアス君、塗り足しもつけずにこのまま入稿しようというわけかね。印刷物って、パソコン上のデータにしてでそれを印刷にかけるんですけども、必ずこの塗り足しというものをつけなければいけないんですよ。それプラストリムマークトンボというものもつけなければならないんですけれども、これが夢かなって本になる時に本用のデータにしなきゃいけないんですね。で当然その時にトリムマークや塗り足しもつけなければならないのです。それが絶対必要な理由として、本というのはぴっちり A4 の紙でビーンってプリンターから出てくるわけではないんですよ。ちょっと大きめの紙に印刷されて出てくるんです。でそれを A4 のサイズにカットして、それで製本にするわけです。でそのカットするときに機械がぴっちりやってくれるわけではなくて、どうしても何万冊と作る本の中でズレが生じるわけですよ。そのズレが1ミリか2ミリいかないぐらいで収まるのかな。なので四方5ミリ分ずつ色をはみ出して書かなければならなかったのですね。しかし今回この書いているものは A4 ぴっちりの紙なわけですよ。だからもともと塗り足しがない紙に書いちゃってるわけです。5ミリずつ外側に色がないので、ない部分は白くなってしまいます。これをカットしてずれた場合に、このページの縁に白い枠が出てきてしまうのです。そこをつつかれるかもしれないんですけれども大丈夫。デザイナーやってた経験から塗り足しは後からでもつけられます。ただその作業を他のデザイナーさんがやるときはちょっと嫌がられるかもしれない。ということで、仕事でイラストを描く人はこのトリムマークや塗り足しっていうのは、必ず意識するところなんで、これからプロになりたいなっていう人はそこのとこちょっと頭に入れといてください。さあ今進めてるのはサーベルタイガーの横顔ですね。メインディッシュになります。これもライオンとかトラを参考にして描いています。今回動物をサーベルタイガーにしたのも絶滅してしまっている昔の動物なんで、ちょうどこのヴィンテージ古紙の感じにはまるのかなと思いました。絶滅してしまっている動物って化石しか手がかりはないんですけど、化石からだと色や模様ってわからないんですよ。恐竜もそうなんですよね。映画に出てくる姿だったり、図鑑に描かれてるイラストだったり、ビジュアルはありますよね。そのビジュアルはおそらくこういう色だっただろう、こういうとこに住んでたからこういう模様っぽいよねとか、そういう憶測で描かれてるわけですよ。だから今回のこの絵もちょっとぼかした方がいいかなということで、うまく描く必要のないこのグレイルダイアリー風に合うかなと思ったんです。この今丸ペンで模様を書き込んでますけども、これはだから私のオリジナルです。こういう模様だったらかっこいいかなぐらいのニュアンスで書いてます。実際はどんな色だったんだろうなって思った方は、ぜひチャンネル登録といいねボタン、それからコメントもよろしくお願いします。あとですね、ヨメアスと相談してインスタグラムちょっと強化していこうということで、なんかいろいろアップしようかと思ってます。制作の裏側だったり、愛用品だったり、あとアニメーションでちょっと出てきたイラスト図鑑の元となったネタ帳の1ページだったりで、私は結構武将なのでコツコツ毎日やるのが得意ではないので、ケツ叩かれながらやりたいなと思ってます。アップされてなくても怒らないでください。もしよかったらそちらもフォローよろしくお願いします。コメントしてくれたらコメント返します。さあ線画はこんな感じで終了でございます。ここからは色塗りをしていきます。色もグレールダイアリー風をちょっと意識してさらっと塗っていこうかなと思います。グレールダイアリーってメモスケッチなので、そんなにがっつり塗ってるわけじゃないと思うんですよね。
だから、筆もあえてガサガサの筆を使ったりだとか、こういうふうにササササと早めに塗っていくようなやり方で進めていきます。あんまりカラフルになってもそれっぽくならないので、4色ぐらい作ってそれを使い回していこうかなと思ってます。彩度も高くない方がいいと思うので、ホルベインの透明水彩よりはこの固形水彩の方が彩度が低いので、この作品にも合ってる絵の具かなと思います。ホルベインの水彩絵の具だと和色セットってあるんですよね。もしかしてあれがすごい合うかもしれないですね。だいたい黄土色で塗った後は今度こっちちょっとね、黄土色に緑を混ぜたようなくすんだ色を使って、それで、このボディに塗ってきます。で、緑色のボディをしたサーベルタイガーって多分いなかったと思うんですよね。なんだけどあえてその色にしたのは、黄土色だと虎とかライオンにすごく近いビジュアルになってしまうっていうので、もうちょっと差別化したかったんですよね。じゃあもう少し赤みのある色でもよかったんですけれども、それもなんかちょっとピンとこなかったんですよね。なので元々の色が腐ってこの色になっちゃったっていう設定にしてます。腐ったという表現が色に適してないとは思うんですけど、変色ってことですね。で、このロゴの部分、この前の方でね、この DON 最後の3文字ぐらいに黄土色を乗っけて、あとは乗っけなかったんですけど、この色の劣化も均等に起こるはずがないなと思ったので、黄土色はそっちだけに乗せてみました。で、3色目は、グレーにしたいんですけど、少し黄土色を混ぜたグレーで塗っています。その方が普通の黒を薄めたグレーよりはこの紙にも馴染んでくるかなと思ったので、この辺ももうザザザーっと塗ってます。大体の立体感がつかめるぐらいで、あとはもうなるべくラフにしたいという思いで塗っています。この骨を描く時も前足の方が後ろ足より大きくなることを意識して描きました。影をつける時も冒頭で出てきた消しゴムの骨ですね。それをモデルにどこら辺に影がついてくるかな、どこら辺が深くなってくるかなというのを探りながら描いています。この辺なんか筆の動きがね、ちょっと速すぎて早送りみたいに見えるってヨメアスから言われたんですけど、これ実際の速さでこのぐらいの速さでもうザザザザーッと乗っけてます。だからロジャーススケッチの方に近いような感じですかね。でもちょっと反省点あって、もっとザザザザって塗りたかったんだけど、こうなんか細かく塗ってしまう性分なのか、こうなんかはみ出すにもはみ出せなかったですね。もうちょっと粗くできればよかったんだけどな。なんか自分の筆の癖みたいのを感じた時でした。多分そういうのがね、絵のタッチということになっていくんでしょうね。だからこう細かく描いちゃうのが性分なんですね。この辺は模様、オリジナルの模様ですね。それを黒を入れてどんどん締めていきます。全体的に色が薄かったので、こう黒で締めてあげるとコントラストがついて絵がパキッと見えてくるんで、サムネにした時にもね、目立つような感じになってくるかなと思ったんですよね。サムネ用というねだけで意識してやるわけじゃないですけど、絵を描くのであれば人がなんかこうおっと引きつけられるものを描きたいですよね。そういう思いです。ここで4色目が登場します。4色目は、このピンクです。で、ホルベインの透明水彩なのですごい彩度が高くて綺麗な色なんですけど、あえてそれをくすませています。赤を混ぜたり黄土色を混ぜたり少し黒を混ぜたりで、ちょっと暗めのピンクを作りました。どうしてもねここはねピンクっぽい色を入れないと生きてる感じ伝わらないなと思ったんで、あんまり本当は入れたくなかったんですけど、でも入れて正解だったかなとも思ってるんですけどね。ピンクが塗れたら今度は、この目の部分塗っていきます。目はオーソドックスに黄色でいいかなと思ってます。ちょっと金色っぽく、見えるように影の部分は黄色よりどんどん彩度を落としたもので塗っていきます。さあ、もうあとは最後の仕上げです。ロゴの部分もう少し暗い方が
画面的に見やすいかなと思ったんで黒を入れて、あと細かいところも黒をプラスしていきます。このスミロドンなんですけども、最初に構想を始めたのはメガロドンの時にちょっと構想しておりました。だけどオーラフの段階でなんだか気に入らなくて、しばらく寝かせちゃってました。でどっかのコメントの返信で次あたりネコ科の動物行くと思うみたいなことを書いちゃったことがあったんで、その方お待たせして大変申し訳なかったです。でもいいものを作るためにそうやって寝かせる時もあるので、なんかそういうことがあったらご理解いただけると嬉しいです。いやー喋りたくなっちゃうんですよね。次あれ行くよとか、その次あれだよとかね。もうね4つ先のイラスト図鑑まで決まってます。でも読めやすに、もし変更があった時にがっかりしちゃう人いるかもしれないから、あんまり安易に喋んないでって言われてるんで、口にチャック頑張ってします。コメントの方であれを書いてほしいとか、たまにそういった意見もねくれる方いるんですけど、ちゃんとそれも検討してます。で一回ちょっと軽く調べて面白そうだなと思ったら取り入れるし、生態がよく分かっていない動物も多いので、選定がね結構難しかったりしてます。なるべく面白いものを書きたいと思うのでご了承ください。で書き上げたかなと思って一回引いてみたら、もう少しこれ汚しちゃっていいなと思ったんですよね。もうちょっとやっちゃった方がかっこよくなるんじゃないかと思ったので、仕上げに周りももう少し色を入れていきます。もうラフにランダムティッシュで拭き取りながらシミをつけていくようなイメージです。で取り忘れちゃったんですけど、筆をパッパこう筆についた絵の具を飛ばしてこうボタボタって落として、スパッタリングっていう技法でシミをつけていったりする作業も最後にしました。今回はミスができない中で進めてきましたけれども、ノーミスでできたと思ったら漢字1文字間違えちゃってたんです。最後から4行目の反復進化っていう文字の服が行人弁だったんですよね。腹って書いちゃった。腹減ってたのかな。まあここは後で直すか、本になるときデータ上でわからないように修正するかしようと思います。今回から最後に書き込んだ文字の英語版も出していこうかなと思ってます。海外の人も見てくれてるんで。いかがだったでしょうか。今回は、字の色から変えるというね、今までとちょっと違う方法でやってみました。もしよかったらこのヴィンテージ腰、皆さんもやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。